こんにちは、三宮オパテンデジタルマーチャンダイザーの DJ 萩です。今日も DDJ フレックス6のすごいところをご紹介しようと思います。今日はですね、スクラッチとかについてご紹介しようと思います。サンプルスクラッチで読み込んでっていう感じですね。サンプルスクラッチでスクラッチの音源読み込んでジョグカッターでスクラッチする、すごい面白い機能なんで初心者の方とかいいと思うんですけど、そのうちねスクラッチやりたくなりますよね。ということで今日はこれでスクラッチやるっていうところを紹介しようと思うんですけど、ちょっとやってみますね。あれあれなんかうまくいかねえな。なんかあれなんかリリースの時に綺麗にこう音出したいんだけどこうなっちゃう。困ったな。CDJ2000 だとすごい回るんですけどブレーキついてるんですよね。ブレーキが8時半ぐらいと同じぐらいの回り方かな。CDJ の時もスクラッチする人って結構これブレーキもうちょっと上げるもんなんですよね。12時ぐらいかな。ジョグがねこう流れちゃうんですよ。こうなっちゃうっていうのがあって、フレックス6結構面白いんでずっと触ってて違和感がすごいあったのがこれだっていうのがやっと分かりました。このジョグが軽すぎる問題ですね。 CDJ2000 だとブレーキをかけることによってこの流れるのが軽減できるんですよ。でフレックス6がこれがちょっとできないっていうところでこれ困ったな。どうしたらいいかな。ブレーキかけるにはどうしたらいいかこれでいいじゃん。これ押さえとけばブレーキかかりますね。そうだ、ちょっと100均行ってきます。はい、100均で買ってきたのがこちら。多分いけるんじゃないかなと思いますんで組み立てます。これは何かというとスマホをねこうやって立てるやつね。これに椅子足カバーですね。これをこうで大きすぎるからちょっと曲げようかな。これで完成。これをどうするかというとここに挟む。お、どうすかいいんじゃね。これが CDJ2000 と比較してみましょう。いいんじゃない。12時ぐらいと同じぐらいになったんじゃないかな。これでほらこれでさっきのスクラッチやってみようと思います。なしパターン。わざとちょっと前に押しながらやってみてるんですけど、やばい、完璧です。これがあればフレックス6スクラッチ本当にいけます。これでもう一個作ってみますね。これをこっちにつける。よし、これでじゃあ次ジャグリングっぽいことやってみようかな。なしでやってみよう。早くやると僕みたいに下手くそな人はこうなっちゃうんですよ。流れちゃうんですよ。ちょっと変な力入っちゃって。でこれがあるとだいぶ良くなる。変な滑り方しないですね。ないとこうなっちゃうんですよ。これ最強。これをつければフレックス6がさらに最強になります。はい、ということでフレックス6めちゃくちゃいいじゃんって思ってたんですけど、触っててスクラッチした時に違和感がちょっと気になりすぎててなんとか改善できないかなと思って考えた挙句編み出したのがこれです。これ最強です。
これがあれば、フレックス6、本当に最強の初心者用のツールになったなと思います。スクラッチがものすごいやりやすくなりました。僕がもっと上手かったら、多分、フレックス6でもごまかしてスクラッチ全然やりやすく見せることもできるんですけど、そんなに上手くないから逆にね、滑りすぎるログだと荒が出ちゃうということなんで、初心者の方だと特にちゃんとした音が出ないで、うまくいかないなと思って面白くなくてやめちゃうかなと、ちょっと思っちゃったので、編み出しました。島村楽器で買ってもこれついてきませんけど、まあ300円でこれ作れますんで、ぜひ、もしスクラッチやりたい人で、フレックス6買ってちょっとやりにくいなと思ったら作ってみてください。あと、ちょっと最後に小技を紹介しようと思います。はい、じゃあ例えば、スクラッチサンプルをここにサンプラーバンクに読み込みをしました。んでもって、サンプルスクラッチボタンを押します。で、読み込みますよね。こんな感じです。音が始まる前に無音部分がある音って、セラートだと、ホットキューの1番からスタートとかいう設定ができるんですけど、レコードボックスでそれがないんですよ。これね、うまくできるようにするやり方ありますんで、ちょっと紹介しますと、波形の右側に、こうなんか、ハサミマークがあるんですよ。これ、どういう使い方するかというと、まず、ここで、ループ組みます。ループ組んだ後にこのハサミマークを押します。するとなんかループ組んだとこが青くなるんですよ。で、これをマウスでね、ドラッグ&ドロップで持ってこれるんですよ。このサンプラーバンクに。ループ組んだ範囲だけをサンプラーの中に入れることができます。これをやることによってね、サンプルスクラッチを押した時にすぐ音が来てくれるようになります。結構便利だと思いますので、よかったら活用してみてください。あともう一個、マージ FX についてもちょっとご紹介したい機能があったんですけど、1、2、3、4から選んで、ボタンを押しますよね。回してって、こう。で、次の曲につなぐ。そういう機能なんですけど、サビ前とかにエフェクターとして使うっていうやり方がありますね。ここからいこうかな。で、ボタン1回押します。で、シフトを押しながらですね。シフトをしながらもう一回押すと曲が止まらずに流れてくれるんですよ。なのでさっきみたいにサビの前とかでやるんですよね。っていう感じでやるとビルドアップとかそういうエフェクターとして使うことができるという機能。マージ FX 結構面白いと思いますよ、そう考えると。という感じで1機能2個紹介しましたけど、フレックス6を本当にいい機材だなと思ってますので、ぜひ初心者の方はね、DDJ400 と比べると倍ぐらいになるんかなと思うんですけど、倍以上の価値はあると思いますよ。その上の機種と比べてもいいぐらいの機材だと思いますので、ぜひね、皆さんフレックス6をお求めください。あと、この YouTube チャンネルやってるスタッフによる Twitter アカウントも開設してますので、そちらでもこれ紹介しようと思いますので、ぜひ Twitter のフォローもお願いいたします。今日は以上です。ありがとうございます。